結婚5年目になるこの年、長年貧乏人を装ってきた私は、ついに夫にすべてを打ち明けようとしていた。だが彼の幼なじみが留学から帰国したばかりだった。義母は残酷な笑みを浮かべて冷笑した。クレアとトーマスははるかにお似合いだ。こんな公に出る資格もないクズとは違うわ。彼女と義妹は絶好の瞬間を待ち構え、私に薬を持って幼なじみと手を組み、私を不倫相手だと告発した。結果は？私は赤ちゃんを失った。一夜のうちに私はすべてを失った。大手企業の副社長の地位、湖岸の豪邸、限定版のスポーツカーこれらすべてを奪い返す。彼らに情状を壊せる。ひざまずいて這い寄るようにさせる。さあ、セレナ、熱いうちに飲んで。特別にあなたのために作ったわ、義母のマーガレットが、湯気を立てる鶏肉スープの器を私の前に置いた。義母と義妹はこれまで私を好きではなかった。突然の優しさに不安感がよぎった。お母さん、お腹いっぱいですと私は答えた。パチン。義妹のエミリー・ロバーツがテレビのリモコンを私の顔に投げつけた。何なんだい？母がこんなに時間をかけてスープを作ってあげたのに飲まない？うまく振る舞わないと兄に言いつけるわ。その通り。セレナ、私はただ優しくしてあげただけなのに。マーガレットは言うが、その目には無視できない奇妙な輝きが宿っていた。返事をする前に、エミリーは一方の手で私の髪をつかみ、もう一方の手でスープの器を私の口元に押し付けた。何してるの？話せ。私は怒りを抑えきれず叫び、彼女の手を押し返そうとした。マーガレットはタコ皮のような指で私の口を無理やり開け、ハーブの苦い匂いが鼻に突き刺さり、ゲップが出そうになった。どうしたの？私のスープでもお前には合わないのか？飲みなさい。と彼女は怒鳴った。好きでも嫌いでも飲まなきゃいけないわと彼女は言い、逃げ場を与えなかった。濃い液体が顎を伝って滴り落ち、服に染み込み、肌を赤くやけどさせた。私は激しく咳き込み、必死に吐き出そうとしたが、スープの大半はすでに喉に入っていた。ほら、セレナ。聞き従えばこんなに簡単じゃない？彼女はついに手を離し、偽りの笑みを浮かべた。ロバーツ家の一員になって5年になるわ。うまく振る舞えば、私たちもあなたに困らせないから。胃がゴロゴロなり、視界がぼやけた。彼らはついに私を受け入れたのか？信じられない。俄然、頭が重くなり、体の中に知らない熱が湧き上がってきた。何かが大きく間違っていると悟った。このスープは滋養剤などじゃない。それは、クソ。薬を盛られた。立とうとしたが、全身に力が抜けた。朦朧とする視界の中で、彼らの企みが見えてきた。マーガレットは腕を組み、私の上に立ち上がり、歪んだ笑みを浮かべた。クレアとトーマスは完璧なカップルよ。こんなここにいる資格のないクズとは違うわ。クレア？2週間前に海外から帰国し、今最も話題の新鋭スターであるクレア・ウォーカー。トーマスの幼なじみだった。なるほど。彼女が戻ってきたから、義母はせっかく私を追い出したかったのだ。母、この薬、本当に効くの？まだあまり反応してないよ。エミリーは疑いの声を漏らした。心配しないで、特別に作ってもらったのよ。マーガレットの声は氷のように冷たかった。あの雪係の女が来れば、ベッドの上で捕まえて永久にこの家から追い出すわ。背中に冷気が走った。ちょうど今朝、病院で7週間妊娠していることを確認したばかりだった。マーガレットの足にしがみつき、力ずくで言葉をリでした。お母さん、私、妊娠しています。彼女の鋭い声が耳を突き刺した。
今何言ってるんだい？ 5 年間何もなかったのに、今さら妊娠だって？私をバカにしてるの？悪心と激しい頭痛に耐えながら、私は懇願した。お母さん、もう7週間です。イナフ。と彼女は話を遮り、私を地面に蹴り倒した。嘘つくのはやめなさい。何を企んでるか知らないわけじゃない。偽の妊娠で嫁の地位を保とうとしてるんでしょ？遅いわ。トーマスはクレアと結婚する。早く諦めなさい。第2章。激しい痛みでお腹を抱え、鋭い痛みが波打つように感じたが、心の痛みはそれ以上だった。私はトーマスのために優雅な生活を捨て、本当の自分を隠し、無給のメイドのように彼の家族に仕えた。それでも結局、こんな屈辱と傷害を受けた。私の赤ちゃんは何を悪くしたの？お腹をしっかり抱えたが、彼らは狂犬病の犬のように私を攻撃し、背中を蹴った。顔と体の痛みは、激しい一撃ごとに増幅した。クズ。何を装ってるんだい？妊娠なんて嘘をつく勇気があるの？エミリーは私の上に座り、顔を平手打ちしながら悪辣な悪態を叫んだ。なんで死なないの？視界がぼやけ、灼熱の痛みが意識の限界まで押し上げてきた。突然、戸外で大きな騒ぎが起こり、続いてドアが蹴り破られる音がした。救われたと思った。だが間違っていた。それはただ別の悪夢だった。クレアが白い服を着て入ってきた。顔には涙の跡が残り、その後ろには携帯電話やカメラを持った人々がボートのように押し入ってきた。トーマスの不倫相手。出てこい。クレアの鋭い声が耳を突き刺した。力ずくで目を開けると、彼女が大きなバナーを持っているのが見えた。不倫相手を暴露。正義を実現せよ。クレア？マーガレットとエミリーは唖然とした。計画が終わる前にクレアが現れるとは思っていなかった。クレアはマーガレットに駆け寄り、懇願するように言った。マーガレット、きっと私の味方をしてくれるよね。それからカメラの前で劇的に泣きながら、まっすぐ私に向かってきた。私は4年間トーマスを愛してきた。私たちはお互いの唯一の愛だと思っていたのに、帰国したら、この女が私の不在中に彼を誘惑し、私たちの関係を壊したことを知った。パチン。激しい平手打ちが顔に当たり、頭が横に振られた。すぐに口から血が流れ出た。家庭を破壊する人間はこんな結果だ。クレアの声は怒りで震えていた。ファンに、あなたのような恥知らずな人間がどれほど厚かましいか見せたいわ。すべてがあまりに早く、頭が真っ白になった。嘘。私はトーマスの妻だ。あなたが不倫相手だ。痛みをこらえて叫び返した。嘘。私たちの家にこんな嫁がいるわけない。マーガレットが最初に応じて叫んだ。私とトーマスは密婚しており、家族以外には誰も知らなかった。マーガレットは私を追い出してクレアを入れたかったので、決して私の味方になるはずがなかった。必死に頭を振ったが、彼女たちからは一筋の同情もなかった。マーガレットは残酷な嘲笑いを浮かべて冷笑した。彼女はただ私たち家のメイドの娘で、雑用をしながら育った人間よ。トーマスはただ惑わされただけ。こんな女に騙されるなんて信じられないわ。説明しようとしたが、喉が潰れたように言葉が出なかった。クレアが連れてきた人々は激怒し、私に悪玉卵悪化した野菜、人種使用済みのコンドームまで投げつけた。クレアを不倫相手だと言うなんて恥知らずな女。私は冷たいとこに投げつけられ、衝撃で意識が戻った。丸まって叫んだ。赤ちゃんを傷つけないで。赤ちゃん？この恥知らずな不倫相手、
また新しい手口？叩け。この不倫相手はその報いだ。演技だと思う。教訓を与えよう。突然、足元から温かい液体が流れ出てきた。震えながら触れると、それは血だった。手全体が血で濡れ、目も血で覆われた。私の赤ちゃん力なくつぶやき、圧倒的な痛みで呼吸が困難になった。叫び出した。ああ。誰か救急車を呼んで。早く。今さら演技？死ぬまでやめないの？エミリーは私に駆け寄り、髪を掴んで頭を床に叩きつけた。血がタイルに金状についた。今日この汚い女を殺してやる。兄を誘惑するのを見てやる。と彼女は叫んだ。突然、後ろから懸命な声が響いた。セレナ。何が起きてるんだ？全員止まれ。めまいが遅い。世界は真っ暗になった。第3章。消毒剤の鋭い匂いが鼻を尽くし、重いまぶたを開けようとした。最初に見えたのは病室の冷たい白い壁だった。手の甲には注射針が刺さっており、下腹部から鈍痛が放射されている。赤ちゃんがいなくなったことを思い出させる。赤ちゃんがいなくなったかすれた声でつぶやき、砂紙がガラスをこするような音がした。若い看護師が入ってきて、私が目を覚ましているのを見てプロフェッショナルな笑みを浮かべたが、口調は冷たかった。カーターさん、お目覚めですか？赤ちゃんは救えませんでした。お悔やみ申し上げます。応じることもなく、ただ無表情にうなずき、涙が思いがけず流れ出た。ゆっくり休んでください。何か必要なら呼んでくださいと看護師は言って部屋を出て行った。目を閉じて眠ろうとしたが、廊下から馴染みの声が流れてきた。母、何が起きたんだ？トーマスの声だった。誰が彼女が妊娠してるなんて知ってたの？誰の子でもありえるわ。早く言わなかったのは彼女のせいじゃないの？マーガレットの鋭く苦々しい声がまるでナイフのように私を刺した。それにどうでもいいわ。クレアがいるじゃないか。むしろクレアの子供が欲しいわ。と彼女は言い、その言葉が心を突き刺した。その通り。